山水会チャンネルです。今日は山下先生。こんにちは。はい。山下先生は自民党のはい憲法改正本部の事務局長をなさっておられます。はい。本日は、憲法改正と日本の安全保障ということで議論させていただきます。私石川一区選出の小森拓夫と申します。後で少し申し上げますが、財務省で、防衛担当の予算、そしてまた防衛省で、会計課長合計4年やっておりました。山下先生、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずですね、私山下隆が今日小森さんとやる時に憲法改正、なぜお話ができるかというと、私は議員になる前に法律家、検事をやっておったんですね。で、そういった中で例えばその検事や外交官やる中でさまざまな国の憲法とも触れてきました。そして憲法の司法試験高裁委員もやってたんですね。だから憲法についてやはりなかなか解釈ではもう限界が来てるなという部分があります。今日はそのことと日本の安全保障絡めてお話をさせていただきたいと思います。はい、まず取り掛かりとして、はい、じゃあなんで憲法改正なんだというようなことがあろうかと思います。山下先生も我々もその山水会のメンバーとして、昨年も台湾の危機のシミュレーションをしましたけれども、まずちょっとそのあたりから、憲法改正がなぜ必要なのか、山下先生のお話をぜひお願いします。まずですね、まず憲法を我々が学んでいた頃、その前の世代は自衛隊は憲法違反だという説が圧倒的だったんですね。これは東大の宮沢俊義教授に始まる流れでありまして、自衛隊は憲法違反ということであります。で、その理由は憲法9条をそのまま読めば自衛隊の字の字も書いてないし自衛権の字の字も書いてないというところにあるわけですね。しかし台湾有事が仮に起きた時にどうなのかっていうのを具体的に申し上げてみます。台湾ここにありますね。でまず第一、台湾というのは半導体の半分を作っていて、今後 AI 時代を迎える時のハイエンドの半導体、これは8割9割は台湾で作っているということになります。ですからここを抑えられるということは、この日本半導体はクーラーから何から使ってますけれども、そればかりではなくて、AI とかそういったところもなかなか手に入らなくなってしまうというのが1点。2点目は台湾の地理的なところを見ると、これマレーシアがあります、インドネシアがあります、フィリピンがあります、でベトナムがあります、タイがあります。この成長著しい ASEAN の国のが南シナ海に面しているんですね。でここの南シナ海の蓋の位置にあるということであります。そして日本に来る、あるいは韓国に来る、石油や物品、南シナ海通ってるんですね。台湾有事でここが封鎖された場合にはこれは物品は通ってきません。で遠回りをするということになると、危険地域は避けますから、もしかしたら石油とか物品、それはオーストラリアの方を回って持ってこなきゃいけないということにもなり得る。だからここの平和の安全というのは、あるいは危険の除去というのは極めて大事であります。そして3点目、アメリカが注視しているのは今、一番怖いのは潜水艦なんですね。で中国の南海艦隊の潜水艦の基地はこの範囲内にあります。でここはこの潜水艦の出入りがかなり見えるんですけれども、でもそれでもかなり、見えない部分ありますけれども、仮に台湾に潜水艦の基地を作られれば、台湾の東海岸に作った場合にすぐに深海である太平洋に出られてしまうということになると、安全保障上のバランスが非常に崩れてしまうということであります。ですからこの台湾の地位というのは、中国は革新的利益というふうに言ってますけれども、日本にとってもあるいはアメリカにとっても革新的利益であるということで、ここの地域の平和と安全を守ることは極めて大事ということで、小森さんと一緒にシミュレーションもやらせていただいたわけです。じゃあ例えば台湾の封鎖の時に機雷をこの周りに巻かれたらどうなるだろう。機雷はというのは武力の行使です。でそこの機雷を除去することができるのかどうか、これは武力行使の話になってしまうわけですね。その他台湾に今日本人がいる、この日本人の方を救出しにどういったオペレーションが組めるのか、あるいはこのアメリカがこの台湾を救出しに行った時に日本の自衛隊は何ができるのか、
こういったことはやはりきちんと法律に基づいて、憲法に基づいてやらなければならないということでありますけれども、今の日本は例えば自衛隊の字の字もないし、自衛権の字も字もないということで、どこまでできるのかということがやっぱり憲法上争いになってきた歴史があるわけです。だからこそ我々はこの地域の平和として日本の平和を守るために、憲法でもしっかりと何ができるのか、何が逆にできないのかというのを明らかにする必要がある。あともう一つは、関東大震災がありましたけれども、その関東大震災が開かれた後、3ヶ月国会開かれなかったんですね。でも国会が開かれないと、これは予算も法律も通りません。その間何もできないのかという問題があります。そしてその間に任期が来てしまったら、この例えば国会議員の任期というのは、これは憲法で決められています。東日本大震災の場合にはこの任期延長は法律改正でやったんですけれども、国会議員の任期は憲法を変えなければできません。そういったことで今まさにですね、憲法改正をしなければ必要な緊急事態に対応できない。これ緊急事態条項というのは他の国ではだいたい9割の国が持っているということですから、そういった当たり前の状況を持たない日本がどのように振る舞うかということを考えたときに、憲法改正が必要ではないかということになっているわけです。山下先生、どうもありがとうございました。今言われた、憲法第9条の話、そしてまた緊急事態条項の話、これらも含めまして、自民党の方で、憲法改正4項目ということで、これまでも発信をしてまいりましたけれども、それについてぜひ、山下事務局長の方からも改めてお話をお願いしたいと思います。で憲法改正4項目ということですが、まずですね、この図を見ていただきたいんですが、なぜ自民党は憲法なんか改正するのかということが言われます。でもこれは一言で言えます。憲法改正が当たり前だからです。それは国際的にも当たり前。例えばこれを見てください。その主要国における第二次世界大戦後の憲法改正の回数、これはちょっと令和3年の数字なんでもう少し変わってるかもしれませんが、アメリカは6回憲法改、フランスは27回改、ドイツは65回改、イタリアは17回、インドは100回超えてますし、中国や韓国も10回ぐらい変えてるんですね。やはり戦後、今年は80年ですけども、80年経ってやっぱりいろんな状況も変わってくる。特に例えば国連の安全保障理事会の常任理事国が今例えば侵略とかそういうことをやろうとしている、あるいは力による現状変更をする、そういったことはこの憲法を作った時には想定がされてなかったわけであります。そういったことからやはり時代に合った令和の時代にふさわしい憲法をすべきだ。で、国民の皆様も憲法改正の議論をすべきだというのはもうすでに7割を超えているというのがさまざまな世論調査で出ています。そしてこういった憲法改正当たり前ということは中身も当たり前で、例えば国民の支持がされている、あるいは学者もですね、憲法学者も自衛隊を否定する人というのがどれだけいるのかということでありますが、これを自衛隊は明記しよう、当たり前の話です。そして9割の国が定めている緊急事態条項、これを決める、これも当たり前のことであります。そしてあるいは合区の解消とか教育の充実、こういったことについて当たり前の条項を令和の憲法にふさわしいものを作ろう、これが我々の主張ということであります。そして自衛隊の改正条項もですね、砂川事件大法廷判決というのが昭和35年にありますけれども、そこで当然自衛権は固有の権利だということでありますし、国家は必要な措置を取れるということが大法廷判決で言われています。そういう文言を使いながら改正しようということでありますから、これも当たり前の内容だということであります。今憲法改正は当たり前だというお話をいただきました。私憲法について、よくオペレーションシステムというのに例えることがあります。皆さんお持ちの携帯電話だとか、あるいは、コンピューターとかにオペレーションシステムっていうのが載っていて、でその上に例えばいろんなアプリケーションが載っていて動いていきますけれども、日本というか国家の法体系も全く同じ構造ではないかというふうに思っていて、憲法っていう基本ソフトベースのものがあって、その上に我々国会議員が作る法律があり、
政府が作る政令、省令、告示等々のどんどん、階層状になっているわけですけれども、皆さんも経験あると思うんですけれども、 OS が古いままだと動かないアプリがある、あるいは動いてもものすごく遅いアプリがあるというようなことがあって、これが OS が新しいものになると、バグも取られて、機能もするということなんだと思います。私が思い出すのは安倍内閣の時の平和安全法制ですけれども、それまでは絶対に集団的自衛権というのが認めることができないと言われていましたけれども、あそこで無理って言ったらいいんですね、工夫に工夫を重ねてなんとか動く、今まで動かせないと言われていたアプリケーションを動かすことができたわけですけれども、ただその分ものすごく重いものができてしまったというふうに思っています。でも大変なエンジニアの人たちが大変工夫をしてアプリケーションが動くようになったわけですけれども、なんでこんなに重くなってしまうかというと、オペレーションソフトが古いからだというふうに思ってまして、そうした意味からも先ほど山下先生も言われましたけれども、各国何十回、100回超えて改正しているわけなので、日本の憲法も時代に合ったものに変えていかなければならない。でかつそのためにはまず第1回目の改正というのを必ず成功させていかなければいけないのではないかというふうに思っているところであります。いやもう本当にね、小森先生おっしゃるバグっていうのはもう本当に言い得て妙で、実際ですね、先ほど緊急事態の条項に関わるものにはバグがあるんです。例えば緊急事態大地震の時に、あるいは衆議院が任期延長満了になって、それで参議院しか存在しなくなった時にどうするかということなんですが、我々は長期長引くようであれば衆議院の任期延長ということも、憲法改正でやるべきじゃないかというんですが、衆議院がそうやって任期満了でなくなった時には参議院の緊急集会という条項があって、それを使えばいいじゃないかということなんですが、この参議院の緊急集会条項にバグがあってですね、参議院の緊急集会条項は衆議院解散の時には緊急集会を使えるんです。でも衆議院が任期満了になった時に使えるとは書いてないんです。なるほど。これはバグだと言われてて、で実際に最高裁判事を務められた東大の憲法の教授である伊藤正美先生はですね、緊急集会は解散の時には使えるけど任期満了の時には使えないというふうにおっしゃってるんですね。だからそうなると国会自体が存在しないし、そういったやっちゃいけない国会で決めたことが全部パーになってしまうと。だからここはやっぱりバグがあるということでね、OS のようにバージョンアップしなきゃいけない、令和にふさわしいバージョンの憲法、これは絶対に必要だし、それを我々が言っているわけです。でこれ言うとね、野党の皆さんはね、いや自民党だけだっていうかもしれませんが、実はですね、憲法9条私ならこう変えるということを10年以上前に文藝春秋という月刊誌に発表したのは今の憲法審査会の会長の枝野幸男さんなんですね。だからそれをぜひ思い出していただいてね、その時に憲法9条の具体的な条文改正案もこってり書いてますから、敵基地攻撃能力も認めるような記載もあります。ですからやっぱり与野党でね、きちっと国民のため、平和と安全を守るための条項であるということで、しっかり話していきたいというふうに思っています。今の緊急集会の話だとか、緊急事態条項についてこの間の総選挙までの憲法審査会で随分議論が進んでいたと聞いています。で枝野さんはそうでありましたけれども、日本維新の会や国民民主党も含めて大変熱心にその議論をなさっていて、随分と成案作りが進んでいたと記憶をしておりますけれども、他方前回の総選挙の結果、いわゆる改憲勢力と言われている憲法改正に前向きな勢力が3分の2を割ってしまったというようなことで、大変落胆する声も聞かれますけれども、今現状憲法審査会でどんな議論になっているのかといったことについてご紹介いただいてもよろしいでしょうか。そうですね、今憲法審査会の会長は枝野幸男さんでありますけれども、先週も憲法審査会開かれました。
で今日も憲法審査会の幹事会がありました。これはやはり我々与党の粘り強い働きかけで、やっぱり野党の皆さんも良識をお持ちですから、そこに働きかけて、特に喫緊の課題と言ってもいいですね、安全保障の問題、あるいは緊急事態いつ起こるか分かりませんから、やはり少しずつ開いていくということでありますし、もう一つは先ほど小森先生お話あったように、緊急事態の対応で例えばその任期の問題であるとかっていうのは、自民党公明党の与党だけではなくて、国民維新そして有志の会という5会派がこれは必要じゃないかということを言ってるわけですから、そういったある意味与野党を通じた議論であるので、そこはやはりしっかりと進めていきたいと思っています。ですからこれからしっかりと野党とも意思疎通しながらやっていきたいと思ってますね。自民党が言う言葉で、政治は国民のものという言葉がありますけれども、憲法も国民のものだと思います。で、憲法改正をするために国民が取れるアクションというのは、国会の方で発議をしてそれに対して国民投票をするということになっているわけですけれども、これ今の憲法下で1回も行われていないので、やや強く言うと、国民の憲法に触れる機会を国会の不作為で今まで実現してきてないということだと思うので、私たちしっかり頑張っていかなければいけませんし、現状だと国民の皆さんにこうした憲法改正の必要性というのが少しでも理解いただくように働きかけていきたいと思いますので、ぜひチャンネルをご覧の皆さんも一層のご理解とご協力をお願いしたいというふうに思っております。そうですね。憲法は最終的には国民投票で決められます。ですからこの国民投票にかける国会が発議をするということは、憲法判断を国民の皆様から聞きたいということでありますから、まさにですね、今国民の皆様の手から棚上げしている状態ではなくて、国民の皆様にしっかりとお伺いする、そういう機会を国会が果たすというのは非常に大事だと思いますね。ありがとうございます。憲法に関連する話としてもう一つお聞きしたいんですけれども、昨日衆議院の本会議で、能動的サイバーディフェンスに関する法案というのが、審議されまして、各党から活発な質問がありました。メディアでも随分大きく取り上げられていて、関心の高さが伺えます。これについて直近で言うと、安全保障3文書の改定の中で、能動的サイバーディフェンスをきちんと入れるんだというようなことが書かれましたけれども、ずっとこれまで課題と言われてまいりました。で、おそらくはその憲法に言う、通信の秘密に触れかねないということで議論が進んでこなかったと思うんですけれども、山下先生この分野も大変詳しくていらっしゃるので、どうしてこれまでそれに触れることができなかったのか、そして今回どうしてそれがブレイクスルーしたのかといったことについてお話を聞きたいと思います。はい、まずですね、サイバーディフェンスというふうに言われますけれども、今のこのサイバー攻撃の状況を見ると、どの国もサイバーディフェンスやってるんですね。当たり前の制度です。ところが日本は憲法上の問題と国際法上の問題ということを懸念してやらなかった。でも通信の秘密って日本だけの憲法のものじゃなくて、どこの国でも通信の秘密あるんですよ。でも例えば今のサイバーアタックは人の秘密を覗き込むというだけにとどまらず、いろんな情報機密情報を取る、あるいはそのサイバー攻撃で停電まで発生させることができる、そうしたことでハイブリッド戦の手段になっているわけですね。ですから軍事攻撃的なのもできるということで、例えば、一説によればですね、中国の人民解放軍には数万単位のサイバー部隊がいるというふうにも言われています。で、そういったハイブリッド戦にも使われかねないサイバー攻撃について、日本はいかにも脆弱であった。で、そういった例えば機密情報を日本政府に渡した時に他の国から抜かれるんじゃないか、だから日本には機微な情報を渡せないんじゃないか、そういった国もあったわけですね。ですからそういったことからするとやはりサイバーディフェンスをしっかりやる必要があるということであります。で、通信の秘密も表現の自由の一つではあるんですけども、表現の自由でもやはり
限界があるわけですよね。何でもかんでもやっていいわけではない。例えば名誉毀損なんか処罰されますから、同じように、サイバーアタックによって人に危害あるいは損害を与えるような行為というのは、当然我々はディフェンスをしなければならない。特にそれが国防に加わることであればということで、他の国がやっていることをしっかりと見ながら、昨日今回法案を提出したということで、まずやらせていただきたいのが、そうしたサイバーアタックを受けた時に官民の連携が必要ですよね。アタックを受けた民間会社って言わないことが多いわけですよね、信用が。ということでね、それだと対応が取れませんから、そこはということであります。そして、通報を受けた場合に例えばですね、無害化する。例えばサイバーアタックというのは一遍開けたループホール、この穴を使ってマルウェアを入れ込んだりいろんなことをやる侵入口があるわけですね。でそれをやる、あるいはマルウェアという機能を阻害するプログラム、これを無力化する、サーバーを無力化するということは他の国で当たり前にやっていること、これはやらせていただきたいということであります。そしてそのための司令塔をしっかり作るという、繰り返しですけど他の国では当たり前ということであります。で通信の秘密には私実はサイバー犯罪条約の首席交渉官だったんですね、20年前で。通信にはログという郵便で言えば宛名と差出人の部分と、封書の中身のコンテンツの部分があるんですね。で今回問題になるのは中身のものじゃなくて宛名と差出人であったり、そういった部分を主に見るわけだし、外国から来るもの、というところについてやっぱり見るわけですから、そこはやはり国民の皆様の通信の秘密というのに侵害ということについては、あまり大きな懸念はされないようにですね、しっかりとご説明はしていきたいと思っています。誤解されがちなこと、あるいはあえて誤解を招こうとしているのかもしれないと思うんですけれども、例えば電子メールとかの場合にメッセージの内容は全く見られることもないですし、あるいはそのタイトルもメールの件名とかも見られることはなくって、ただ自動的に判別できる、我々普通の人間が見たらわからないような数字だとか文字の集合とかというのをチェックするということだけなので、そのあたりが、課題に誇張されないように注意していかなければいけないなと思いますし、そしてまたサイバー攻撃、サイバーディフェンスっていうのはものすごく軍事的な意味も大きなものであります。ロシアがウクライナに攻め込む前にたくさんのサイバー攻撃がウクライナに対してなされているといったこともありますし、我々の昨年のシミュレーションでもいろんな形でサイバー攻撃がプログラムの中に組み込まれていて、それが軍事行動の前哨戦になりかねないというようなことでありますので、もう日本の防衛の最先端がサイバー防御ということだと思います。で、山下先生言われたように当たり前のこと、他の国、通信の秘密を大事にしている国も当たり前にやってきたことを我々それに手をつけてこなかったということなので、ようやくそれができるということは大変な進歩だと思いますし、この法案を少数与党でありますけれども、しっかりとやっていかなければならないと思っています。年末ですね、昨日もそういう議論もあったんですけど、年末航空会社だったり、銀行だったりいろんなところに我が国に対する、我が国のインフラに対するサイバー攻撃というのが、DDoS 攻撃などが発生しておりましたので、それからもしっかり守る意味でも、山下先生に頑張っていただきたいなというふうに思っているところでございます。ありがとうございます。で、私もいろんな前職の経験があって、今こういうこと安全保障であるとか、憲法とかやらせていただいてるんですが、実は小森先生もね、この防衛力整備であるとか、そういったことについては特段の思い入れがある。財務省のご経験の時に、防衛力の整備、これをしっかりとやる予算を組みたいということで、本当に汗を流してこられたというんですが、その辺はいかがですかね。私平成20年21年度予算というのを組むときに、当時の主計局の防衛担当の視察をして、当時はまだ5兆円ぐらいの規模の予算だったんですけれども、それをその高さをどうするのかみたいなことについて交渉して決めるポジションにおりました。当時はまだ小泉竹中路線の延長にありましたので、
残念ながら予算を増やすということはなかなかできなかったんですけれども、ちょうどリーマンショックがその頃起きた時に補正予算を組む機会がありました。需要を上げなければいけないという機会の経済対策補正予算だったので、その時はその年度の予算の縛りというのから解放されましたので、腹いっぱい補正予算というのを組んで、自衛隊の人たちと一緒に喜び合った記憶があります。そしてまた平成30年それから令和元年度の時に、私は防衛省に出向させていただいて、内局の会計課長というのをやらせていただきました。ちょうど今の3文書というのを議論する直前の時期でした。中期防衛力計画というのがあって、その中の範囲内でやっていくというのが、そのルールであったわけなんですけれども、もう残念ながらその袋の中にいると、もうこれ以上しっかりとした形で防衛力の整備を進めることはできないというような、強い問題意識がありましたので、今こちらでもお世話になってます島田さんが、当時官房長あるいは事務次官ということで私の上司でおられたんですけれども、島田さん中心にみんなで議論してどうしたらこの中規模あるいは防衛大綱から、逃れることができるのか、新しい形で展開していけるのかといった議論を内部的にやっておりましたけれども、それが、岸田総理による選挙を経て3部書の改定につながったということで、大変に私自身も嬉しく感じました。いや本当に日本の防衛予算というのはですね、最近は伸びてますけれども、これは例えばその防衛というのは何らかの懸念に対して対応するものですけど、隣国の例えば中国なんか比べてみるともう30兆平気で超えてるわけですね。でそれでもう年々ものすごく増えていて、艦隊整備してということで脅威が増しているということになると、やはり一定程度我々のしっかりしたものを持たなければならないということと、もう一つはそれ以前にね、例えばその予算が非常に厳しかったから、整備品が足りなくて、完成品からっていうかね、取ってくる共食いとか、あるいはもう自衛官の感謝であるとか、そういったものが本当に新しく自衛官になろうという志を持って来られる方に対してなかなか厳しいような住環境。私も昔検事時代そうだったんですけど、お風呂にシャワーなかったですから、そういったカチカチでした。だからそういったこともある中で、やっぱり国を守っていただくにふさわしい予算を確保してきたということだと思うんですが、その点についてはいかがですか。40年50年前ぐらいの安全保障環境の頃にできていたものがまだそのままずっと残滓として残ってしまっていて、それを解き放ったのが3文書の改定、それ5年で43兆円の防衛予算ということだったと思うんですけれども、今山下先生言われた通り、装備品の充実というのは今もちろんやってるんですけれども、自衛官の充実というのも非常に大事なところだと思うんですが、残念なことに今大変な空前の人手不足に世の中がなっていて、そうした中で自衛官も含めて公務員というのは民間に比べると給与の上がりが遅いので、大変な、人材獲得競争において不利を強いられていて、自衛官候補生という方たちがおるんですけれども、これが今、予定していた採用したい人数の3割しか令和5年で取れなかったということであります。これ 4,5 年前までは 100% 取れていたんですけれども、それが今3割しか取れないということで大変な人材不足になっています。そしてまたその結果として総士の士という階級の方たちですけれども、士の階級の人たちが今、全体というか定員が100とした場合7割しかいないということになってまして、士の人たちは本当は3人いなきゃいけないところを2人で回さなきゃいけないということで、組織的にも大変大きな問題になっています。これしかも急低下してまして、令和の初めは今よりも 10% ポイント高かったのが、それがあっという間に落ちてしまっているという大変危機的な状況にあります。そこで山下先生に言っていただいた
生活環境、勤務環境っていうのをぜひ改善しなければいけないということで、これ3文書の改定の前からも、私も会計課長やった時も一生懸命、今ほど大規模にはできなかったですけれども、ずっと取り組んでまいりました。最近、防衛省ホームページにも出していただいて、非常に分かりやすいパンフレットも作っていただいてます。どれだけ例えばですね、この大社や庁舎、建物の整備の予算っていうのがどれだけもう革命的な規模で、上がっていったりだとか、あるいはエアコンが壊れてもなかなか直してもらえなかった、その貧乏暮らしに慣れてしまっていて、どうせ言っても聞いてくれないということで更新されることがなかったものが、もうこれは令和7年度までに全部しっかりやるんだというようなことになってまして、こうしたことで自衛官の方たちの処遇を良くしながら、何しろとにかく人こそ最大の財産でありますので、そうした形で皆さんが元気が出るような取り組みっていうのをこれからもやっていけたらなというふうに思っております。本当に国を守る大切な職務を担っていただいているわけですから、憲法をはじめそれにふさわしい法整備、そしてまた先ほどおっしゃったふさわしい処遇、これなくして国の守りは守れません。ですからそういったことも私たち自民党として訴えていきたいと思います。そうですね、山下先生の専門性のあるところ、そして私も私で強いところで力を合わせて頑張っていきたいと思います。少数与党ですが頑張ってまいります。はい、頑張りましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。